皆さんこんにちは。盆栽知恵の豆町屋の山崎知恵です。今日は12月の9日です。これは黒松です。芽切りをした後に何もしてなかった芽かきもせず古葉取りもしてない状態です。肥料を11月頃に1粒やったのかな、2粒やったけど1粒どっか行っちゃったのかなそれぐらいですね。もうほったらかしにしてましたのでボサボサしてますが、2番目の葉の伸びはちょうどいい長さで揃ってるので、これから古葉を取って、あとはいらない芽を減らして針金掛けまでいったらちょっとかっこよくなるんじゃないかなと思って作業したいと思います。はい、では下枝から作業します。まず芽数減らしましょうか。こっから枝が来て、まず二股に分かれてて、こっちの先が今芽が3つぐらいあるのでごちゃついてると。それぞれ芽が多すぎますね。団子状になるので二股分かれの2つに減らしていきたいと思います。左右を残します。芽を2つ残して上と下に出てる芽を切りましょう。左右の枝って左右の芽っていうのは枝が伸びてこの左右平行の芽ってことですね。今後出来上がったというかいい角度の芽を残すということです。はい、ここにも芽があるので切る。この芽一つ一つが枝として伸びていくわけですから、一箇所からたくさん出てたらすごいごちゃついた枝になりますから、2つもしくは1つに減らしていきます。今ここ2つだけ残りました。これのことですね。じゃあこっち側もここも枝が芽数いっぱいあるので、これとこれの左右を残して上と下から出てる芽を切る。上向きと下向きの芽を切る。2つ残ってます。枝をこの後針金で下げますので、下げた時に残った2つってことですね。下げた時に、左右に出てる2つを残す。はい、ここはどうなってるんだ。ここで芽を切ったと芽がたくさんぐるっと出てるので、この2つの左右この2つでいいのか、どっちでもいいですけどね。勢い強い方を切っときましょうか。今ここ切りました。これ2つ残ってます。これだけでもすっきりですね。次ここ
は芽がごちゃついてるわけではないですね。2つしか残ってないので、2つの枝元の古葉、嘘。ここは芽が2つ重なってましたね。同じ方向に2個芽が出てます。下側切りましょうか。ここも面になってそうですね。はい。ちょっと葉の量が多いので、枝元側から葉を減らしてすっきりさせます。次これは古葉を切りましょうか。次ここは枝元近くで2つこことここ枝分かれしちゃってるので、この枝が多いかな。こう来て二股になればいいので、これが多いから切ります。はいはい、すっきりしてきました。次上ですね。ここはまずここは枝元に芽がたくさんちっちゃいのを吹いてるので切ります。葉も多いので減らします。これも切っときましょうかね。枝元すっきりさせます。じゃあここも、枝元側の葉っぱを切ります。枝元側の葉っぱを減らして枝分かれすっきり見せて、黄色い葉は古い葉なので取って、はい、枝分かれがすっきり見えました。はい、すっきりしましたかね。枝分かれ見やすくなりました。これで針金かけやすくなったかなと思います。では針金をかけていきます。針金の長さは、かけたい枝の 1.5 倍。よいしょ。それでちょっと長すぎたか。この2本の枝かけますけど、この枝元でここで固定針金を押さえておいて、まず片方に2周、そしたら手離してもう片方ですね。ここの起点はしっかり指で押さえておくことです。隙間が開かないように枝元しっかり、針金を添えて巻いていきます。お互い2周ぐらいすれば手離しても落ちませんので、そしたらかけたい枝を自分の方に向けます。向けて枝先少し下げておいて、で左手で葉っぱとか小枝が巻き込まないようにかき分け
左手でかき分け右手で、針金を巻いていってかかるところまで、いけそうだったら枝先の葉の元ギリギリまでかけます。で下をくるっと巻いて支えて切る。こんな感じ。じゃあこっち側も巻きます。葉っぱを巻き込まないようにかき分け枝先は細くなるので太い針金では、無理せずかかるところまででいいです。巻けるところまでっていうのかな。はい、途中で切る。じゃあ巻けたので曲げていきます。こう巻いてますのでこっち側にねじるように動かすと曲がります。ここが針金当たってるところが曲がります。で今度こっちこう巻いてるのでこうねじるように曲がります。ねじるように動かすと曲がる。ここが針金当たってるところが曲がりますので、どこをどう曲げたいか、この針金どこに当てればいいか見る。それっぽくなった、かっこよくなった。いきなりこれが頭下枝ですね。はい、これが針金かけられてないのでこれとどれかこれとかかけましょうか。これ少し細いのでさっきは 2.0 でしたが今度は 1.8 でいきましょうか。これ先にかけた針金と同じところを通るときは先にかけた針金とは同じ向きに沿わせるように巻いていってください。でここが二重になったところは強度が増しますので、もしここが先1本で曲がりにくかったりしたらもう1本沿わせてあげればさらにしっかり曲がるようになります。針金の太さとか、曲がりにくかったところは、二重に巻いて補強するっていうことも考えながら巻いていってください。で枝は必ずまっすぐなまんま巻くということですね。針金と一緒に枝がぐるぐるねじれちゃうと枝が傷んで折れたり枯れたりしますから、枝は動かさないまま針金だけ巻いていくっていうのは気をつけてください。こっち側はちょっとここの強度も弱いのでこっちまでいっちゃおうかな。やっぱりこの枝ちょっと太いというか針金 2.01 本じゃきつかったかもしれないですね。ちょっと曲がっ
たけど戻っちゃいそうなので、2本二重にして強度を増してやった方が良いかと思いました。二重にしてた方がギュッと曲がりやすいですね。もうちょいこれ低くしたい。いいですね。本当はこの小枝とか全部針金かけた方がいいんですけど、かけなくてもちょっと揃ってかっこいいので、これでよしにしましょう。あとはここ昔切った切り口ですね。長かったのを長めに残して切りました。もう枯れ込んできて松ヤニがたくさん出ることなさそうなので、改めて切り戻します。OK で、薬塗っておきましょうかね。売れそう。高くなりました。頭、下枝、これが裏の枝ですね。裏枝、こっちの枝が引き枝って感じですね。こういう三角形で足元もしっかり曲があっていい木になるんじゃないかと思います。で、これは今後春に植え替えですね。黒松の植え替えの適期は4月です。3月から4月にかけて新芽が動いてくる時期に合わせて根を切って植え替えるといいですね。冬の間は、日当たりに置いて、寒冷地の方は黒松は軒下とかに置いた方がいいんじゃないかな。関東では外の吹きさらしに置いてても割と大丈夫です。うちは横浜なんですけど、日当たりいい外の吹きさらしに置いてあります。いやー、ビフォーアフターが楽しいですね。針金かけるとこういう枝の作り替えができますので、是非難しく考えずやってみてほしいです。お正月の年末年始はこういう作業にいい時期ですから、是非やってみてください。黒松の針金掛けはその新芽が伸びてくる4月頃までできます。11月から4月まで作業の適期になります。で、1月2月の寒い時期にかけた針金なんかは、その後は寒風とか霜を避けて保護してあげた方が枝が傷みにくいです。はい。じゃあこれで作業を終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。